こんにちは、コスケです。今回は北海道の日本海沿いにあるオロロンラインを端から端まで走るドライブ旅。まだ行ったことのない場所やオロロンラインができる以前の陸路もチェックしつつ北上。気候の穏やかな気持ちいい秋のドライブとなりました。まずはスタート地点のオロロンライン南の端を探しに行ってきます。では本日はこれからオロロンラインを端から端まで走りたいと思います。天気は快晴だね。秋晴れという感じでカラッと爽やかな涼しい朝でございます。で、今回オロロンライン端から端まで走るんですが、どこが端かがちょっとわかんないんだよね。なので今回はこのナビに記載されているナビのオロロンラインの端から端までを走ろうと思っています。まずはこのオロロンラインの南の端を目指して行ってみたいと思います。オロロンラインってみんな結構使っている名前だと思いますが、国土交通省のサイトとかを見ても通称とか愛称って書いてあって、正式なルート名ではないみたいなんですよね。なのでオロロンラインの端から端って人によってちょっと長さが違って、大雑把に3種類ぐらい、3つぐらいに分かれると思うんですよね。だいたい多くの人がここかなって思うのが、石狩河口峡あたりから稚内までのルートで、もう一つがシーニックバイウェイ北海道に指定されている燃える天北オロロンルートっていうのがあるんですよ。そこをオロロンラインっていう人もいると思います。これは一番短いね、燃えるなんで留萌管内だけの短いルートでございます。最後の一つが Google マップとかナビに表示されているオロロンライン。これが一番長くなっていて、昨日 Google マップを少し見た感じだと、多分小樽市内のどっかからスタートしてるんですよね。で、稚内までのルートとなっていて、今日はこのルートを端から端まで走る予定でございます。なので、まずは小樽市内に行って、南の端っこ探しをいたしましょう。今小樽市に入ったね。特に看板とかはありませんでしたが、今小樽市に入りました。で、オロロンラインがどこからスタートなのか、ちょっと車を止めてチェックしてみましょうか。で、今ここですよね。ここがオロロンラインで、その一番南あたりにおります。で、ずっとここを小樽側に走っていくと、この辺の道はオロロンラインだね。小樽築港駅のあたりもオロロンラインで、とりあえずナビで確認した感じだと、この小樽築港駅の目の前の道は、ここに微妙に書いてますがオロロンラインなんだよね。で、こっから小樽側に行くとこの文字は確認できなかったので、まずは小樽築港駅あたりを目指しましょう。では行きましょうか。いやー、オロロンラインの最初ってどこなんだろうね。ナビにオロロンラインって書いてますね。この地図の下のところに。このオロロンラインの表示が消えるまでずっと走っていけばいいよね。さっきナビで見た小樽築港駅のあたりまで来ましたが、まだオロロンラインと表示されてますね。ウィキペディアでオロロンライン調べると、小樽から稚内までって書いてるんだよね。だけど小樽のどこからとは書いてないのでどこまで行くんだろう。そろそろ小樽駅ですね。次の信号の次ぐらいが小樽駅なので、ここだよね。オロロンラインは小樽駅を越えて続いている可能性もございますね。さあ、どこまで続いているんでしょうか。小樽駅前でございます。まだオロロンラインは変わったね。羊蹄国道になった。つまり小樽駅からオロロンラインはスタートなんじゃない？じゃあちょっと戻りましょうか。
では再びオロロンラインに戻りましょう。今は国道5号線の羊蹄国道だよね。で、多分駅前からオロロンラインに変わると思います。右側が小樽駅ですね。ここから多分オロロンラインが始まるんじゃないでしょうか。お、変わったオロロンラインは小樽駅からですね。こっからスタートみたいです。さあ、ではこの小樽駅前オロロンラインの一番南側の端っこからずっと北上して北の端っこまで行きましょう。ちなみに今小樽駅の前でトリップメーターもゼロにしたので、オロロンライン端から端までだいたい何キロあるかせっかくなんでチェックしてみましょうか。途中寄り道とかもすると思うんで正確ではないんですが、ざっくり見ていきたいなと思います。小樽から稚内に向けてオロロンラインをずっと走っておりますが、どっかから石狩に入るんだよね。その分岐を間違うとオロロンラインからはみ出てしまうので、ちょっと分岐あたりでもう一回しっかりナビチェックしていきたいね。まっすぐ行くと札幌の街中入っちゃうので、ここ左行ってみましょう。あ、ほらほら、オロロンライン入ったよ。あ、右手にコストコが見えてきましたね。石狩のコストコ。ここを通り過ぎてすぐのところを左折だと思います。さあ、どうかな。231号線に変わってオロロンラインはそのままだね。で、そろそろお昼なのでまたサーモンファクトリーでおにぎり買っていこうかな。では佐藤水産のサーモンファクトリーでおにぎり買いましょうか。お昼ご飯買ってまいりました。おにぎりとマリネ、海鮮マリネがあったので、ちょっと今日のお昼はこれ食べようかな。おー、気持ちいいね。もうこのおにぎりは筋子がたっぷり入ってるんだよね。めちゃくちゃ美味しいですよ。じゃあいただきます。北海道もかなり涼しいので外でご飯食べるのも気持ちいいよね。じゃあもう一つ買ってきた海鮮マリネも食べましょうか。おー、これはなかなか美味しそうだよ。エビもたっぷり入ってるし、ホタテにホッキなんかも入ってるね。で、これはイカですよね。じゃあいただきます。エビから食べようかな。うまい。マリネ好きな人にはすごいおすすめだね。玉ねぎもたっぷり入っております。ちょっと待って、これめちゃくちゃ美味しいよハマりそう。サーモンファクトリーの塩ソフト買ってしまいました。ちょっと塩味が濃いめなんですが、甘さとのバランスも良くて美味しいんだよね。じゃあいただきます。うまい。口当たりは滑らかで、ちょっと塩の味も感じます。美味しいね。さっぱりしてる塩ミルクソフトっていう感じでしょうかね。さあ、ではコーヒーも買ってきたのでオロロンライン北上していきましょうか。で、この後なんですが、今現在地がちょうどこの海沿いの道の南側の付け根あたりにおります。ここからずっと多分この辺にあるオロロンラインの一番北の端っこまで行きたいと思います。もうここからはナビなしでも
大丈夫だと思います。ずーっと海沿いの道走るだけなので。では行きましょうか。途中今まで寄ったことのないマイナー観光地なんかも寄りつつ北上していきましょうかね。こっから先はいつも通っているルートですよね。ちなみに僕ら地元の人がオロロンラインというと、だいたいこの辺りからスタートするイメージですね。なので小樽駅からオロロンラインっていう人はほとんどいないと思います。小樽駅前からちょっとオロロンライン通って札幌行こうよとは言わないですね。ここから 2,3 分先にある石狩河口橋という長い橋があるんですが、そっからオロロンラインっていうイメージじゃないでしょうかね。そう、この橋だね、石狩河口橋。ここからオロロンラインはスタートっていう人も結構多いんじゃないでしょうかね。ここ石狩川を渡る北海道有数の長い橋なんだよね。じゃあどんどん北上していきましょうか。もうこの辺ススキがかなり目立ちますね。一面ススキになっていて、いやもう秋だなっていう感じしますね。で正面に見えるのが日本海ですね。今日は若干波も目立ちますが、風強いからかな。この後は海沿いをずっと走っていきましょう。ここ石狩市熱田区っていう場所なんですが、熱田発祥の地っていうのがあるらしいんだよね。多分あの辺だと思うんだけど、そこ寄ってみましょうか。熱田の道の駅がある場所の一つ手前の集落の中にあるっぽいね。ここかな。もう海が目の前の場所ですよね。あれだ、正面に見えてるのが多分そうじゃないかな。ここだよね。では車を止めて行ってきましょうか。到着でございます。風強い。ここが熱田村発祥の地ですね。1858年にここコタンの地に和人が来たんだね。で両場開拓が本格的に始まったと。当時は陸上交通の手段がなかったため、春から秋にかけて大阪を出港し、瀬戸内海を経て日本海を北上する弁財線、北前船が本州と北海道を結ぶ広域線として唯一の交通手段であり、幕末から明治末期にかけて物流、文化、交流など北海道沿岸の開拓に大きく貢献しておりますということです。この場所は当時交通の要所だったみたいだね。ちなみに今も漁港はありますよね。明治時代からずっと続く漁港だったんだと思います。なかなか気持ちのいいとこですね。さあそれでは行きましょうか。せっかくなんでここ熱田の道の駅でも寄っていきましょうか。道の駅石狩アイロード熱田です。さっきご飯は食べたので上から景色でも見てこようかな。この上登れるんだよね。夏だけ登れます。美味しそう。これニシンなんですよ。多分ニシンの漬けなんだよね。にイクラが乗った2食丼1300円。量もそこそこあるはずなんで、ちょっと今度来たらこれ食べようかな。やっぱりニシンが名物だよね。気持ちいい。
こっからは日本海が一望できますね。もちろん夕方になれば綺麗な夕日も見られると思います。ではこの目の前にあるオロロンラインをずーっと走って北の終点を目指しましょう。ちょっとここの道の駅ですごいの買っちゃいましたよ復刻版かな、鮭の缶詰でございます。これ夜食べようかな。今はこれ佐藤水産、さっきのサーモンファクトリーのあった佐藤水産で作ってるみたいです。では出発いたしましょう。まだまだ先は長いですね。あ、そうそう、この先に昔の参道の入り口があるらしいんだよね。なんでそこもちょっと寄ってこうか。どこかな。あ、これゴキビル参道入り口。今登山道になってんのかな。よっと、では見てみましょうか。ゴキビル参道、これゴキビルって読みます。北海道でも読みにくい地名の一つだよね。ゴキブリじゃございません。でここがその参道だね峠まで7キロ230メートル。そう、当時はこの道しかなく、ここ以外だと本当海路でこの先進むしかなかったみたいなんだよね。なので昔の人がここを登って、すごいね、登山道として考えても結構急ですよ。当時の人はここを通ってずっと北に行ったみたいだね。で当然冬はここを通れなくなるので、夏しか通れない、まさに陸の孤島だったみたいですよ怖い。でもちょっと上行くと景色良さそうだよね。ゴキビル参道は熱田区八十助とゴキビルを結ぶ延長約11キロの参道です。完成後は庄内藩による北方警備の要路、さらには地域住民の生活道路として100年以上にわたり利用されましたが、ゴキビル参道は狭く険しい道が続き、道内でも屈指の難所として知られていました。1971年、今から50年ぐらい前に八十助ゴキビル間の国道231号オロロンラインですね、今通ってたところが完成したため、ゴキビル参道の役割も終わりました。現在は海を望みながらトレッキングやトレイルランニングを楽しむ人が利用しています。これがゴキビル峠からの眺めなんだね。行ってみたいけど7キロはちょっとさすがにちょっとしんどいかな。というわけで50年前まで使われていた道でございます。結構最近まで使われてた感じだよね。僕が生まれる10年ぐらい前まではここを通らないと陸路で北側に行けなかったわけですよね。今はこの国道231号線通称オロロンラインが完成したので、北に行くのもとても楽になりましたね。では行きましょうか。でもうちょっと北に行くとゴキビルっていう地域があります。そこに通じている参道ですよね。昔この道がなかったんで、ここずっと崖だったわけですよ、オロロンラインって。でその崖を切り開いて作った道がこのオロロンラインですよね。工事はとてつもなく大変で難所だったらしいです。こんな切り立った崖沿いにずっと道を作ってたので、そりゃこの道作るのは大変だったよね。で
当然道がない時は通れなかったので山道を通っていったんでしょうね。でこのトンネルを抜けるとゴキビルですね。さっきのところを入ってこの辺に出てくるはずです。ほらここ左曲がると行ってみようか。この辺にさっきの道の出口があるはずですよね。あ、ちょっと待って、ここだ。ちょっと車ここに止めましょうか。よっと。多分ここ旧道ですよね。ずっと海沿いの旧231だと思います。今はここにトンネルが通ってるのでそこを通ってきますが、昔はここを通って北に行ってたんだろうね。旧オロロンラインでございましょうか。で書いてますよ、ここに参道休憩所。ちょっと入ってみる。バス停みたいだね。あ、いた。意外と綺麗だよ。虫とかもいないし。地元の人がこまめに掃除してるのかもしれないね。ここに休憩所があるということは登山道がここにあるはず。あった、これだ。ゴキビル山道、ゴキビル口。ここがゴキビルの町集落だよね。ここに来るためにさっきの道を作ったということらしいね。ここは昔は優秀な漁場の一つだったんでしょうね。あれちょっと待って、キャンプ場あるよ。ほら、ゴキビルキャンプ場。こんなとこにあるの？今度行ってみたいけどね。で参道はあの奥でしょうね。トイレも簡易トイレもついております。ここだね。ゴキビル山道峠まで 3.47km。 結構険しそうな道ですね。ゴキビル山道保存会。もうほぼ間違いなくクマが生息してそうな道だよね。オロロンラインができる前はみんなここを通ってここゴキビルまで来ていたんでしょうね。それではオロロンラインの旧道らしき場所も見られたので行きましょうか。ある意味一番最初のこの海沿いを北上する陸路オロロンラインはこのゴキビル山道、ここだったのかもしれないね。ここがもうオロロンラインの走りでございますよ。さあ北上していきましょう。ちなみに当然ですけど、このゴキビルまだ人も全然住んでるので普通に住宅地ですよね。あまりあちこち立ち寄ってると全然進まないので、そろそろ一気に北上していきましょうか。もう午後の2時なのでここからは駆け足で進みたいと思います。最低限留萌過ぎて小平羽幌あたりぐらいまでは行きたいよね。
この辺りからはオロロンラインらしい道になりますよね。いや本当今日天気がいいのでこのルート走ると気持ちいいですね。ここ出たところにある白銀の滝、白金の滝、白銀の滝に寄っていきましょうか。ここだね。白金の滝だね。到着でございます。この滝は暑寒別天理八木尻国定公園内の暑寒連峰の山肌を伝い流れるせせらぎが岬の急斜面に壮大な水しぶきとともに幾千もの銀の柱となって日本海へと流れ落ちており、国道開通記念に白金の滝と命名したということですね。かなり高低差のある滝ですよね。水量自体はそんなに多くないと思いますが、なかなか綺麗な滝だと思います。でもうすぐ下が日本海ですよ。波がここまで来ております。もうここが日本海だもんね。お冬岬、国道開通記念、日本海に迫る断崖絶壁の厳しい自然条件のもと陸の孤島と言われてきたこの地に北海道開発局が24年の歳月をかけて難関に挑み、ここに開通した住民100年来の悲願達成の喜びと明るい未来への希望を込めてこの日を建立する昭和56年なので40年ちょっと前ですね。僕昭和57年生まれなので僕が生まれるほんと数ヶ月前に開通しております。なんと24年の歳月、20年以上かかってるんだね、この道を作るのに。20年以上という長い月日をかけて作った道がここ国道231号線、通称オロロンラインでございますね。ではここをずんずん走ってさらに北に向かいましょうか。さあ行きましょう。本当このお冬岬のあたりが最後の区間で、ここが開通してようやくオロロンライン全線開通という感じになったみたいだね。いやしかし24年もかけて作ったっていうのがすごいよね。そしてここから増毛町に入ります。増毛町お冬で、ここから燃える天北オロロンルートですよ。シーニックバイウェイ北海道に指定されている道だね。あ、シーニックバイウェイ北海道って書いてるよね、看板に。この辺はちょっと奇岩というか変わった岩なんかもちょこちょこあって、ドライブルートとしてはかなり楽しめる道ではないかと思います。でこの辺の道はかなり海に近いところを走るので、波が高い時は車に波しぶきがかかります。バチャバチャ。なので僕はここをある程度走ったら洗車してますね。今日も結構波高いので車にかかるかもね。あ、そうそう、この先に実は滝あるんですよね。このトンネルの手前右側にちっちゃい滝がございます。ナビにも書いてないけど見えるかな。あ、ほら滝あるでしょ銀鱗の滝かなっていう滝があります。でこのトンネルを出たところにこの231号線の旧道かなが確かあるんだよね。
僕は通ったことないんですが、この辺に入る道があったと思います。どこだろう。あ、これだ。いけないね。今通行止めになっていますが、ゲートの閉鎖時刻について午後3時半に閉鎖。まだ3時前だけどね。ちょっと早めに閉鎖してるのかもしれないね。もうちょい早い時間に来れば通れたかもしれませんが、ここが今こっちにある国道231号線の旧道らしいんだよね。なので、旧オロロンラインっていうことになるんでしょうかね。231号線オロロンラインを走っていきましょう。バス停もあるんだね。なんていうバス停だろう。歩みこたんっていうのかな。時刻表がついてますが、1日3本しか来ないみたいです。でもこれ令和3年なんで、今でも普通に来てるんでしょうね。午前中と昼と夕方に1本ずつですね。ではまだ現在地ここなので、もう少し北に進んでいきましょう。もう時間が3時なので、そろそろ車中泊する場所を考えないといけないね。5時ぐらいにはもう移動をやめたいので、ここから2時間圏内で車中泊いたしましょう。で、さっきの旧道はこのトンネルを出たここかな、これだ。ここに繋がってるみたいだね。ここから出てくるみたいでございます。今はトンネルと橋で新しい道になってますが、昔は山の中をずっと通って今の峠を越えてきてたみたいだね。では少し走りっぱなしだったので休憩していこうかな。ここの防災ステーションでトイレ休憩したいと思います。ではちょっと車止めて行ってきましょうか。あ、ここにカントリーサインが書いてますね。北海道開発局留萌開発建設部、留萌管内のカントリーサイン。これからこの町を全部通って北に向かいます。今ここ増毛かな。で留萌があって、小平、苫前、羽幌、初山別、遠別、手塩、幌延っていう感じかな。こう北に行く感じだね。左上が一番北だと思います。ここトイレ使えるのはもちろんですが、防災ステーション兼ねてるので自販機なんかもあるよね。あ、ほら、燃える天北オロロンルートの取り組み、シーニックバイウェイ北海道。これはちゃんとね、端っこと端っこが分かるんだよね。では少し休憩もしたので行きましょうか。で、今外気温なんですが、なんと21度でございます。午後3時で21度。9月7日かな。涼しいよね。まだ留萌管内入ったばっかりなので結構あるよね。燃える天北オロロンルートのスタート地点っていう感じだもんね。じゃあこれから旧市町村を通って北に向かいましょう。留萌の市街地に入りました。で、ここも231が分かれてるところだよね。で、多分稚内方面まっすぐ行く道がオロロンラインだと思います。右も231号線なんだよね。さあどうかな。あ、ちょっと待って、オロロンラインから外れた。え、どういうこと？
戻ろうか。ではちょっとオロロンラインやり直したいと思います。さっきこの231号線の分岐をまっすぐ行ってオロロンラインじゃなくなったので、多分右じゃないかな。このオロロンラインって誰決めたんだろうね誰が決めたんだろう。ナビ作ってる人が決めたのかな。あ、そうだね、こっちがオロロンラインなんだ。じゃあどこを左に曲がればいいんだろう。で、多分ここなんだと思う。この232号線を左曲がっていくとオロロンラインなんじゃないかな。すごい遠回りしたけどね、多分ここでしょう。昔はこの道しかなかったのかな。で新しい道ができて近道できるようになったんじゃないかな。あれ、あ、大丈夫、オロロンラインですよ。そうか、こっちがそうだったんだね。すごいよ、めちゃくちゃ遠回りしましたよここヒューッと行けばすぐだったんですけど、ぐるーっと回って行く感じになってしまいました。じゃあここにある道の駅に寄りましょうか。さあ、ではちょっと買い物してから行こうかな。晩ご飯はあまり手間をかけずサクッと食べれるものがいいね。すごい、ここ留萌管内の各町の観光マップが置いてありますよ。めっちゃ街中まで詳しく書いてます。ちょっとこれ持って帰ろうかな。夜食べようと思ってちょっと面白いのを買ってしまいました。水を入れるだけで10分でたちまち本格タコ刺し。本当かな。後で食べてみましょうか。水入れてタコ刺しになるってすごいね。さあ、では今買ってきたハスカップ果汁飲料を飲みつつこの後の予定考えたいと思います。ハスカップといえば北海道だよね。このルートだともうここのすぐそばのキャンプ場で車中泊するか、もうちょっと1時間ぐらい進んで初山別で車中泊するかのどっちかでしょうね。まだ4時過ぎたばかりなのでもうちょっと進みましょうか。初山別まで行って車中泊したいなと思います。ではいつもの初山別のキャンプ場に向かいましょう。今日は夕日綺麗に見えるんじゃないかと思います。もう初山別のキャンプ場はオロロンライン上で車中泊する時の定番スポットですよね。でこの辺りはもうオロロンラインといえばというルートの一つですね。めっちゃ気持ちいいですね。ここはもうちょっと日が落ちてくるともうサンセットですよ。最高に気持ちいいドライブルートになると思います。オロロン町のモニュメントがありますね。オロロンラインの名前の由来になっているわけですが、ここはちょっと帰り寄りましょうか。行きはもう暗くなってしまうのでスルーしたいと思います。さあ、ここでございますよ。初山別天文台があるところにあるキャンプ場です。もう日が落ちますね。ちょうどいいタイミングで到着するんじゃないでしょうか。今日9月の7日なのでそろそろ車中泊の人は少なくなってきてるんじゃないかなとは思いますが、それでも下の車中泊スペースはいっぱいだと
あ、そうだね、上はまあまあ空いてるっていう感じですよね。じゃあ今日はここに車を止めて車中泊いたしましょう。で、夕日見に行きましょうか。ちょっともう寒いかもね。なんか一枚着てった方がいいかな。ちょうど太陽が落ちるところですね。あ、下のスペースもあんまり人いないね。結構スカスカでございます。ほんと9月入るとガクッと人でも落ち着きますよね。北海道車中泊旅するなら9月以降がおすすめだと思います。暑さ的にも混雑的にもね。おー、気持ちいいね。太陽が落ちていきますね。たまにはこの下の金比羅岬でしたっけ、あたりから見てみようかな。いつも上から見てばっかりだもんね。海岸線沿いに行きましょう。実はこの下もキャンプ場になっていて、車中泊もできます。なので、下にテント張りたい人は下でキャンプしてもいいですよね。上から見ると今結構北側に太陽が落ちていくので、木とか建物で微妙に見えにくいんだよね。なんでこの時期は下から見た方が綺麗じゃないでしょうかね。おお、気持ちいいですよ。豊崎だ。豊崎の金比羅宮。前にも一回ここ来ましたよね。金比羅岬伝説。昭和56年の初夏、大漁祈願の意味を込めて金比羅の波打ち際に鮮やかな朱色の大鳥を自作で建立。翌年8月、大量のマグロが取れて300キロを超える大物も多数あり、かつてないほど取れたということですね。それがあの鳥居ですよね。かなり多くの人が鳥居を取りに来ております。あ、そっか、太陽を鳥居越しに見てるのかな。ちょっと僕も見てみましょうか。ちょうどいい感じで日が沈んできたので、鳥居の向こう側に太陽が見えるんじゃないでしょうか。わあ、知らなかった。こんなのがあったんだね。で、反対側に鳥居があります。じゃあちょっと僕もここに混じりましょうか。ちょっとあまりに鳥居の周りは混んでいたので、僕は離れたところで日の入りを楽しみましょう。あの上でゆっくり見ようかな。ではここから日が完全に沈むのを見ましょうか。太陽がもう半分沈んじゃいましたね。いやー、今日も気持ちよかったね。海沿いドライブ自体も楽しかったんですが、普段あまり行かないところも立ち寄ったので、なかなか充実した一日だったかなと思います。完全に沈みました。日の入りでございます。今ぴったり午後6時ですね。日が落ちるのも早くなったね。じゃあこの後は少しゆっくりしたら車に戻って
晩ご飯にしましょうか。ではではご飯にしましょうか。今日の晩ご飯は温めなくていいものばかり買ってます。これ明日の朝食べようかな。なんかすごい美味しそうだったんで買っちゃいました。で、僕の大好きな納豆巻きに、僕がめちゃくちゃ気になるのはこれですよ。納豆巻きとの相性もいいはずです。水入れて10分なんでもう作っちゃいましょうか。で、中にはすごいタコの香りがする乾燥タコ刺しが入ってます。ちょっとこのまま食べてみようかな。なんかおつまみに食べても普通に美味しいけどね。じゃあ入れます。じゃあよし。じゃあちゃんと立つようになってるよ。10分つけておきましょう。ではいただきます。で、鉄板の納豆巻きも食べましょう。ここに醤油入れてタコ刺しもこれで食べようかな。さあ10分経過いたしました。本当にタコ刺しになってんのかな。なんか若干色が黄色いタコ刺しだね。食べてみましょう。おお、タコ刺しだ。タコ刺しだね。ちょっと待って、しかもさ、これ水で戻ってるんでめっちゃ量多いんだよね。色はちょっと黄色っぽいけど、味はタコ刺しですね。普通にちょっと水っぽいタコ刺しかな。原材料は北海道産の水ダコですねに食塩を入れただけのものとなっています。日持ちする刺身って考えるとすごい画期的だね。水入れるだけでお刺身に戻るんで、ぜひタコ以外でもやってみてほしい。で、現在地なんですが、ここだね。この初山別のキャンプ場におります。今日この小樽駅前がオロロンラインの一番南の端だったので、ここから出発して海沿いをずっと走って現在ここまで来ております。で、この後なんですが、おそらくオロロンラインがこの稚内まで続いてるはずなので、明日はこの海沿いを北上してオロロンラインの北の端まで行こうと思います。どこまで続いてるかはちょっと行ってみなきゃわかんないね。またナビ見ながらオロロンラインが続いてるところまで行ってみましょうか。僕今この Google マップ見てる感じだと、ここ日本海オロロンラインって書いてるんだよね。で、こっから稚内手塩線と宗谷サンセットロードに分かれるので、ここまでな感じはするよね。で、こうやって見るとこの辺オロロンラインの一番北の方じゃないかなと思うんですが、明日ナビ見ながら行ってみましょう。途中ちょこちょこ展望台とかもあるので立ち寄りながら行きましょうか。明日日本最北の水田も寄ってみましょうか。ちょうど収穫時期前ぐらいなので、綺麗な黄金色の田んぼが見られるかもしれないね。今日は早めに寝て明日の朝早く出発したいなと思います。というわけで今回の動画はここまでとなります。また次回の動画をお楽しみに。
明日はいよいよオロロンライン北の端っこでございます。